こんにちは、トラベラレコレです。今回は函館市内と松前までを旅行しました。有名な場所やこれから注目される場所を合わせて紹介しますのでよろしくお願いします。今回は函館まで新幹線で行きました。高崎から5時間ほど、移動と待ちが多い飛行機と同じぐらいの時間で、かつ新幹線の場合は乗り換えが1回なので楽でした。函館に11時半に到着したのでご飯から食べました。駅前のキラリスというビルの地下1階に回転寿司根室花丸があります。イカにニシン、とても美味しかったです。ニシンの刺身って初めて食べました。初日はご飯を食べた後、午後から函館市内を観光しました。市電と徒歩で移動してどこまで回れるか試しました。まずは函館ドッグ行きの末広町駅で下車しました。八頭行きもあり、十一街駅より先に行くときは注意が必要です。末広町駅から海側に歩くと北海道第一歩の地があります。街道100周年記念に JRA から寄贈されたようで、なぜか JRA なのに熊のモニュメントがあります。ちなみに白熊ではなく白いヒグマだそうです。海上自衛隊基地の前には函館運上跡地の看板があります。欧米と国際貿易をした港がここにはあったようです。ここから函館山の方に向かうと明治天皇上陸記念の碑があります。通算3度足跡を残されたことから山椒碑とも言われています。街ぶらをしているといろんなところに綺麗な建物があります。魏洋風建築物群があり、普段の生活で身の回りにはない外観だなって思う場所、建物が多々ありました。見ているだけでこの素敵な建物を楽しむことができます。函館は歩いていると看板があります。いろいろ説明してくれるので見ていて飽きません。この銅像、視線の先には何がある？木しかありません。中学校の教科書によく出てくるフェリーは函館開港で来航しています。北海道を統治する奉行所五稜郭を築造したり、函館の欧米文化に影響しました。この元町公園、歴史的建造物に囲まれているので通り過ぎることは多いはず。でも通過されがちでしょうか。花壇の花とか綺麗なので見応えはあります。この青い建物は元は北海道庁函館市庁の綺麗な伝統的建造物です。ここには四天王像があります。四天王って聞くと
どうしてもファイナルファンタジー4のゴルベーザーしか思いつきません。元町公園には花壇以外にもモニュメントも置いてあります。これ北海道でクマがデフォルメとかシャレになってないですよね。群馬県人にとってクマは恐怖の対象です。この坂は東坂と読みそうですが、東坂と読むのが正解です。八幡坂とかに比べればあまりフィーチャーされてないかもしれません。ただ坂も綺麗ですが、その横から見る直線、さすが北海道っていうくらい綺麗です。ここは弥生坂、観光客はいませんでしたので、ここもあまりフィーチャーされてないようですが、綺麗です。不思議だったのがこの石畳の路地、なぜ市はここにお金をかけたんでしょうか。そんなことを考えていると、旧函館区公会堂に到着しました。市民の集会場や商業会議所の事務所として建てられました。こんな綺麗な事務所で仕事してみたいですね。ホームページを見ると元はここまで黄色ではなかったらしく、もう少し優しい見た目だったようです。建物の中もとてもレトロで綺麗でした。元町公園を公会堂側から見ると、客がおしゃれだったり違う景色が見られます。そして公会堂の近くには世界で2番目に美味しい焼きたてメロンパンアイスのお店。食べちゃダメだ、お腹出てたじゃないか。意志が弱い。でもとっても美味しかったです。こちらの住宅は旧相馬家の住宅、国指定の重要文化財となってます。休館日だったのか中に入ることができませんでした。ホームページを見るととても魅力的な建物なので、次回は行ってみたいと思います。旧相馬家住宅から坂をさらに下ると旧イギリス領事館があります。こちらの建物の中には入りませんでしたが、建物自体は和風なのに窓枠が洋風のような不思議な建物でした。7月の初旬、関東はまだ梅雨明けをしてない時期の旅行でしたが、北海道すごく暑かったです。夏のシーズンの北海道初めてなのですが、こんなに暑いとは思いませんでした。有名な八幡坂です。港まで一直線で見られるからとても綺麗な坂と言われていますが、他の坂も十分素敵な景色と思っています。他の坂もそうですが、道路がアスファルトではなく石が張ってあってとてもかっこいいです。この時点で末広町駅から歩き始めて2時間くらい経過しています。それしか経っていないのにとっ
ても充実しています。少ない時間で様々な場所が見られる、これが函館の魅力だと思います。なぜ函館山のふもとだけでもこれだけ観光地が揃っているということです。八幡坂と二十間坂の間にはカリストス聖教会、聖ヨハネ教会、カトリック元町教会があります。この辺りは函館市元町末広町重要伝統的建造物群保存地区と言われています。あと、ひっそりと日本の道100選に選ばれた第三坂もあります。この坂は茶々通り、第三坂の上にある函館坂道グループの一つです。茶々通りってなんか名前が可愛いですね。教会群はいろいろと邪魔しちゃまずいので外観しか見ていませんが、函館に行かないと見られないような素敵な建物でした。ここからは20間坂を下っていきます。道幅が20間あることが名前の由来です。20間とは36メートルほどのことです。坂の途中には五島軒の石化亭があります。レストランでのかっこいいランチは大人になったらしたいと思います。20間坂を降りていくといつの間にか開港通りに当たります。このままレンガの倉庫を見に行きます。開港通りには日本最古のコンクリート電柱があります。看板がないと気づきません。丸くなく初めて見る形状でした。大通りだけでなく裏道を歩いてみても外観が素敵なお店などがたくさんあります。ここにあるのは長谷川ストアとラッキーピエロ。看板が特徴的すぎて知らない方はいないのではないでしょうか。またベイエリアには赤い靴の少女や新島城の銅像があり、この赤い靴のきみちゃんは小説で有名です。新島城は函館から密出国し、キリスト教に入信。帰国し、最初は群馬の安中で伝道しました。現同志社大学を創設しています。また、真ん中にある新島学園は新島城が育ませたキリスト教精神を信条として創立された学校です。まさかここで群馬を見るとは思いませんでした。金森レンガ倉庫に来ました。レンガ造りの建物はライトアップしていなくても素敵です。このライトアップは3年前に夜来た時の写真です。これまだ同じようなライトアップをしてるんでしょうか。ここは大分の実業家が明治時代に建てた金森羊毛の店が起源で伝統的建造物です。金森と読むのが正解のようです。このレンガのレトロ感がたまりません。倉庫の中にはお店があり、中も見てみましたが、生活雑貨、お土産、あと地元のお菓子のお土産が多かったと思います。あと、歩道に矢印がたくさんあります。これ何？しかも、たくさん並んでます。
ういうのって組みたくなりますよね。海の近くなので建物が腐食しているところもあり、そういったところも含めてベイエリアは見ていて楽しいです。このホテルはいくらかけ放題の朝食が有名なラビスタ函館ベイです。さすが北海道、水産卸市場から日例の建物まで美味しい魚がそこら中にいてとても羨ましいです。次に来たのは摩周丸記念館。函館に来るたびに気になっていました。今回初めて訪れました。怒りの間にデゴイチの車輪が展示されています。組み合わせが JR っぽいですね。ただ、この時代は国鉄と言うべきでしょうか。摩周丸は青函トンネルができるまでの連絡線のうちの一つです。1908年から国鉄が直営で連絡線を運営していました。この摩周丸は1965年から運行を開始した2代目摩周丸です。地球100周分運行し、今のメモリアルシップとなりました。今では青函トンネルがあり、気づけば北海道にたどり着いていますが、昔は3時間50分もかかっていました。津軽海峡で船酔いをしながら3時間50分かけるくらいなら、飛行機でサクッと羽田から飛んだ方がいいですよね。ということで、旅客輸送は1973年をピークに減っていきました。船から人が出なくても旗でどういう状況か知らせることができます。摩周丸記念館では無線通信室や操舵室に入ることもできます。このレーダーは再現なのかな？見方が正直わかりませんでした。ただ、なんとなく当時の状況は見ることができます。船の甲板から海面までの高さが15メートルあるようです。船内で100円で紐というよりロープを購入してこちらの体験をすることができます。梅結びをやってみました。
こんな感じで、紐を通していき、できたかな？上出来ですかね？いや、何このごっちゃごちゃ。すんごい難しいです。あと、モールス信号の体験もできます。アンカーのチェーンは1個あたりの重さが21キロあるようです。本当にびくともしないほど重かったです。マシューマル記念館、とても面白かったです。機械遺産を気軽に見ることができてとても良かったです。函館駅経由でロッカーの荷物を回収し、ホテルへ向かいます。チェックインします。函館はそこら中に美味しいものがたくさんあり、海鮮はもちろん肉からラーメンまでお店がたくさんあり、羨ましいです。今回泊まったホテルまでは函館駅から歩いて20分ほど。重い荷物がある場合は市電使った方がいいかもしれません。ということで今回はスーパーホテルに2泊しました。木金の2泊をしたのですが、駅近くは金曜日夜がどこも空いていませんでした。チェックインが終わったらホテルの目の前にある松風町駅から八ヶ頭駅まで市電で移動します。八ヶ頭駅から10分ほど歩いたところに銭湯というか温泉があります。お湯が茶色ですごく鉄のような匂いがします。高温の宇宙があります。ただこれ暑すぎて長時間入れないほどでした。アメニティっていうのかながほとんどありません。入り口の券売機で石鹸、シャンプーなどの購入が必要です。7月頭に行きましたので寒い時期でもありません。湯冷めはしないです。ですがとても暑いです。市電の車内の中はクーラーがないのでしょうか。ずっと暑い、汗だらだらでした。そういえば市電は Suica が使えます。iPhone のタッチ決済をしているのでとても便利でした。
店寝ぼっけで夜ご飯を食べました。うまい。これもうまい。こちらもうまい。これはうまいはず。北海道どこで何を食べてもとても美味しいです。やっぱ太るよね、北海道に3日もいると。函館の夜を待ちぶらしながらイオンで夜の楽しみ&次の日の運転中のお菓子を購入しに行きます。函館旅行2日目の朝、この日はレンタカーを1日だけ借りて松前までドライブします。松前までは片道100キロほどあります。高崎からだと新宿や長野の上田に行くくらいあります。群馬県人に100キロは小旅行気分ですが、でっかい道で有名な北海道の方々にはそれが普通なのかな。というのも、函館から松前までの100キロを普通の路線バスが走行しています。時間は3時間ほどかかります。松前以外の道中もいろいろ寄りたいため、今回はレンタカーを借りました。トヨタレンタカーで車を借りました。夜使う予定がなければ日付をまたぐより当日に借りて返す方が安価です。まずは鶴岡公園駅。道南トロッコ鉄道は線路を自転車を漕げるらしいです。ただ残念ながら予約が必要らしく、しかもまだ営業していなかったので外観だけ撮影しました。あとやけに車両撮影禁止の表示がありました。これは下調べが甘く、久しぶりに時間の無駄をしたと反省しました。隣接した公園をぶらつき、次の場所へ向かいます。ということで、今回の動画はここまでになります。次回は松前まで行き、歴史と食を楽しみます。そして食べ過ぎたことを反省します。北海道の最南端に行ったり、新幹線を最高の景色で見たりします。ご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価よろしくお願いします。